私が中学生時代の夏休み。もう、15年くらい前の話になりますね。学校から出されていた自由課題の題材に、私は太平洋戦争を選びました。趣旨としては、戦時中の暮らしや当時の風俗、そしていろいろな体験談などをまとめてみたいと思ったからです。ただ困ったことに、私の祖父、祖母はすでに亡くなっており、生でお話を聞けるつてがない。先生に相談をしたところ、市内にある有料老人ホームで話を聞いてみたらどうか、との助言をいただきました。少々緊張しながらも、一箇所目に連絡をさせていただいた、ホームの職員さんの対応がとても丁寧で、ご利用者本人が大丈夫であれば、その方を紹介しましょうか、とまでおっしゃってくださったのです。私は先方に、連絡先と日程はいつでも良いことを伝え、その日は静かに受話器を置きました。その後ホームから、ありがたいことに、私と話がしたいという女性のご利用者がいる、という連絡を受けまして、筆記用具などを揃えて、ホームへ向かったのです。ホームへ到着すると、エントランスの受付で、事情を説明しました。対応してくださった職員さんは、先日電話対応をしてくれた方と、同じ方でした。もうすぐご利用者の E さんが来られますので、少々お待ちくださいね。そう言い、ひとしきり、面会での注意点などの確認をしました。基本的に介助などは行わないこと。物品の受け渡しはしないこと。個人情報は外には漏らさないこと。何かあれば必ず職員を呼ぶこと、等々。ほどなくして、私の前に E さんが姿を現しました。私が想像していたよりも、はるかに小さな女性だったと記憶しています。お互いに挨拶を交わしました。E さんは終戦の年に14歳とおっしゃっていたので、当時の私と同い年くらい。面会当時で、確か77歳ほどだったと思います。背筋は伸び、健脚であることもわかる歩行。ショートカットの髪の毛は、雪が積もったかのような白髪でしたが、その目は非常に若々しい、上品な印象でした。私は改めて、面会を快諾してくださった E さんにお礼を言い、今回の面会の趣旨を伝えました。そしてお話を聞き取り、メモしようとペンケースを当てた際に、お気に入りのボールペンがないことに気がつきました。その一瞬の、些細な私の動揺を見た E さんは一言。お気に入りのボールペンは、自宅の机の上にありますよ。長くお勤めしているのね。と、にこやかに言いました。当時はわからなかったのですが、長くお勤め、というのは、一つのものを大切に使い続ける、といった意味なのだそうです。実際そのボールペンは、小学生の時から愛用しているもので、父が買ってくれている返しを使用し、使い続けているのです。私は E さんの言葉に理解が追いついておらず、苦笑するのみでした。その後はつつがなく話も進み、E さん個人の話に焦点が当てられました。E さんは東京麹町の出身とのこと。お父様はジオゴン記者、お母様は銀行員をされていたそうです。父親は厳しい人ではあったけれど、娘二人にはとても優しい。妹さんは、E さんと7歳年が離れていたけれど、おしゃまで可愛かったのだとか。その妹さんは、当時はまだご健在だと話していたかと思います。家族の話、とりわけお母様の話になると、目頭を熱くされる様子が沢田見られ、話を続けることがはばかられましたが、ご本人たっての希望にて、続行することとなりました。母は、和歌山県北部出身の人でした。父と結婚して、東京へ移住してきたのですよ。E さんは、懐かしむように、語り出しました。私の子供自分は、まだ大東亜戦争も起きてはいなくてね、それは、
平和な時代だったのよ。父が持っていたフランク・シナトラのレコードは子供心に大好きだった。カモメの水平さんよりも断然シナトラだったわね。その当時は特攻がやってくることもなかったし、とても楽しそうに話していました。特攻の下りでは眉間にシワを寄せ、眉をハの字にさせてはいたけれど、その父に赤髪が来た時の母のことを今でも忘れられないのよ。イーさんの話によれば、お父様に召集令状が届く前日の晩のことであったらしい。当時の習わし通り、テーブルを囲んで、お父様が一番に夕飯を召し上がった時を見計らったかのように、お母様の子を話されたらしいのです。あなた、明日の正午過ぎに、我が家にも赤髪が届きます。差し出がましいとは思いましたが、あなた様が出廷した後、私は娘二人を養っていかなければなりませんから。先立って、銀行員の仕事に応募して参りました。と。それを聞いた父は一言、そうか、と答えたの、おかしいでしょう。イーさんは笑って付け加えました。何がおかしいかって、赤髪がなぜ、翌日に届くことが分かっていたのかしら。父もね、母の言葉にすぐさま納得をしているようだったし、当時中学生だった私でも、考えてみれば、少し引っかかる部分はありました。まるで予知能力のよう、だと。確かに母は少し不思議な力を持っていたわ。今考えれば、思い当たる節もたくさんあるもの。私の心を見透かしたかのように、イーさんは答えました。いたずらっ子のような笑みを浮かべながら、あなたは千人針をご存知かしら。千人針、知識では知っていましたが、実際はどのようなものであったのかは、わかりません。出廷する兵隊さんの無事を祈ってね、私たち1000人の女が、赤い糸で、一針ずつ、さらしなんかに縫い玉を作るの。その時にね、5000硬貨を一緒に縫い付ければ、弾丸が当たっても、貫通しないのじゃないかって。何やら悲しいけれど、素敵な報酬なのだと感じました。イーさんのお母様も、きっとお父様に手渡したのだろうと、私は心の中で思ったのですが、それがね、母は父に千人針は渡さなかったのよ。先ほど以上に楽しそうな笑みを浮かべるイーさん。何か肩透かしを食らった気分でした。その代わりにね、聖書で墨を吸ってね、和紙に、サモハラと書いたものをお守りに入れて渡していたの。サモハラ。私は当時、どうしても父に千人針を送りたくて、泣いた母に懇願したものよ。一体そんなお守りが何の役に立つのかって。ダダをこねる私の頭を困ったような顔で撫でてくれたのが、他でもない父だったわけね。父の出廷時、周り近所さんは父のために日の丸を持って出征兵士を送る歌を熱唱していたわ。万歳、万歳って。何が万歳よ。何が出征兵士を送る歌よ、って。シナトラの方がよほど良いじゃない。と、私は唇を噛み締めながら思ったわ。でね、横にいた母を見てみると、うつむいたまま、手で顔を覆ったように、何かブツブツと唱えていたの。マリシエイ、ソアカ。ノーボー、パリツ、ゴリツ、ハラボリツ、シャキーメイ、カラサンダン、オエンディ、ソアカ。何をつぶやいているのだろう。何かのお題目だろうか。私は母の気が触れたのではないかと心配したわ。でもそうではなかったと、後で知ったのよ。そこでイーさんは、一呼吸ついた。それなりの時間が経っているはず。長いことお話をされて、お疲れではないだろうか。周りを見渡すと、ここのデイルームに自動販売機がある。
せめて E さんに、お茶だけでも。大丈夫よ。そろそろ職員さんがお茶を持ってきてくれるはずだから、一緒に飲みましょう。ここに来て私の頭に、一つの疑惑が持たれたのです。それが正解なのかも、もちろんわかるはずはないし、それを確認するのも少し、恐ろしくもありました。それに今回の面会の趣旨からして、ジャンルはかけ離れていましたから。昭和20年に入ってから、私たちが住んでいた東京の空で、近海に B29 グラマンが見られるようになったの。私は母と妹を残して、長野県へ集団疎開に出たわ。そう言うと、E さんは持参されていたポーチから、あるものを取り出しました。それは華やかな吉祥文様の生地を使用した枕型のお手玉が数個。それなりに古びてはいるものの、とても綺麗なものであることは分かった。ほどなくして、施設のスタッフさんが私たちのテーブルにお茶を運んでくださり、私たちは少しの休憩を挟んだ。心なしか、E さんの表情に影がさして見えたのは気のせいだったのだろうか。このお手玉は疎開へ向かうときに、母が私にくれたものなのよ。腕を伸ばし、私の手のひらにお手玉を乗せてくだされ E さん。お手玉は見た目に反して質量があったものでした。このお手玉の中に何が入っているかわかるかしら。手に取ったお手玉を見つめる。手触りから見るに、おそらく生米や大豆の類なのではないかな。そう E さんに答えてみました。正解よ。このお手玉の中には、お米と大豆、そして小豆が入っているの。E さんの話によれば、お母様は疎開に出向く我が子は、疎開先で植えることもないように。幸福の時は周りに見つからず、こっそりとお手玉の中身を食べなさい。ということであったそうです。ただしこれは、E さんのお母様に限ったことではなく、我が子を送る母親は少なからず行っていた愛情の表現のようでした。現代では考えられない切実で崇高なその出来事に、堰を切ったように涙が溢れ出てきました。母は3月の大空襲によって命を落としました。焼夷弾の爆風から幼い妹をかばって亡くなったと。背筋を伸ばして、E さんはそうおっしゃられました。その後、8月に広島と長崎に原子爆弾が投下。ポツダム宣言を受諾し、日本は太平洋戦争に全面降伏を行った。それは教科書通りのお話でした。焼け野原となった東京に戻って、当時の私はこれから先の生活に絶望しか見出せなかったわ。もう不安でたまらなかったの。でもね、くじけそうな自分を電気づけてくれたのは、今あなたが持っているそのお手玉だったのよね。鱗文様、麻の葉文様、かぼめ文様。その一つ一つの模様に意味が込められているの。言ってみれば、おまじないのようなものね。E さんのお母様は何か占い師みたいなものであったのでしょうか。私のそのトンチンカンな質問に目を見開いて、そして笑いながら、E さんは答えてくださいました。さっきも言ったけれど、母には普通と違った面があったのは本当のことなの。なくし物をした際に、速やかに発見ができたこと。突発的な来客や天気、教示を言い当てることができたこと。そして何より、言霊信仰ではないけれど、おまじないに長けていたことも挙げられていました。言葉で妙に人を納得させるだけの力もあったそうです。母が亡くなって幾日かが過ぎた頃、私の夢に母が現れるようになったの。生前の頃と変わらずの優しい表情。私は母と話がしたかったのだけれど、母は何やら手でいいのを結びながら、しきりに何かつぶやいていたの。オンバラダハンドメイユン、オームインドラヤソアカ。奇妙な呪文ではあったが、E さんは何も不安はなかったそうだ。
むしろ聞く都度、心が安らいでいったそうです。ほどなくして、生き別れていた妹さんとも再会することができ、また、お父様からも、大陸からの引き上げで内地へ戻ってこられる、との電報が届いたとのことでした。戦地から引き上げてきたお父様の話によると、出兵前にもらったお守りが功を奏したのか、まるで鉄砲玉の方から、お父様のことを避けていったのだとか。おかげで全くもって無傷で、終生を迎えることができたらしいです。その後は、夢の中で奇妙な呪文を聞くことはなくなったとのこと。妹も話していたのだけれど、私が長野へ疎開へ行った後、毎晩床へ入るたびに、母から聞かされていた、まじないの言葉があったそうなのね。オンバラダハンドメイユン、オームインドラヤソアカ。E さんが復唱してみせる。平和のおまじない、私は夢の中で聞いていたものと同じものだったの。呪文の意味、そんなことは私に聞かれてもわからないわよ。でも何かのご利益があったのは間違いないと私は思っているわ。そう言って E さんはキラキラと笑ってみせた。あの面会から15年ほど過ぎた現在、E さんはすでに奇跡に入られたと、実の妹様から連絡をいただきました。話によれば、妹様の夢の中に、E さんが現れたそうなのです。私にぜひとも生前の面会のお礼をしたい。恐縮ではあるのだけれど、高齢のあなたにご足労をかけることを、申し訳なく思っている。といった内容だったのだとか。一理に私の連絡先まで夢で伝え、そして成仏したのではないか、と妹さんはおっしゃっていた。私はこの15年の間、ずっと気になっていたことを、妹さんに尋ねてみた。お姉様は何か占い師みたいなものであったのでしょうか。我ながらトンチンカンな質問だと思う。そして妹様は笑いながら、こう答えてくださった。姉は母の血を濃く受け継いでいましたよ。自覚があったかはわかりませんが。現在教職についている私のデスクの上のペン立てには、現在もお気に入りのボールペンが立てかけてあるのです。